視聴ありがとうございます。さて今回はランサー EX ターボベルハンマー7を入れてみた編。ついにこの日がやってきました。オイル交換前後でデータを比較。果たして何が起こるのか。最後までゆっくりしていってね。今頃ベルハンマー7だなんて随分と話題が古いのですが、思い起こせば去年から今日まで塗装の途中でエンジンがかからなくなり、燃料ポンプ交換で復活したけれど、その後2回の路上エンストに遭遇。フィルターの目詰まりを直したら、今度は燃料タンクの状態が不安になって、タンク内洗浄とコーティングをして、結果的にホース類と燃料ポンプも交換。実は直後に車検を控えていて、時間的に余裕もないというのに、今度はエンジンルーム内のホースからガソリン漏れ。新品は出ないので慌てて中古を入手。なんとか漏れを止めることはできたけど、とうとう車検に間に合わず、人生初の車検切れで仮ナンバー申請。動画を撮る余裕もありませんでした。無事に車検から戻ってきたということで、やっと落ち着いてオイル交換ができる念願のこの日を迎えたのでした。交換する前に音量を測っておきます。オイル交換とベルハンマー7を点火後、軽く走った後に音量を比較してみます。果たして変化はあるのか。静かな住宅街で環境音は45デシベルぐらいです。バッテリーを接続してエンジンかけます。現在 ISC サーボの動きが悪くて、アイドルアップに少し時間がかかるため、最初はエンジンの振動が大きいです。新品は出ないので中古を捜索中です。やっと回転が上がってきました。この時点での音量を測ってみます。近接エンジン音量 74.5 デシベル。だいたい75デシベル以下で安定。左前輪付近で69デシベルくらいかな。今度はフィラーキャップを開けて
カムカバー直上の音量を測ります。エンジン直上で71デシベルくらいです。時間的な条件を揃えるためエンジン始動からノーカットです。カメラ移動時の手ぶれもそのままです。お見苦しい点がありますがご容赦ください。グローバイの風切り音がかなり大きい。瞬間的に高い数値は無視し、比較を厳しくするため低めの数値を採用します。86から87デシベルといった感じでしょうか。カムカバー直上音量87デシベル。このデータを踏まえてオイル交換前後で検証します。この青空駐車場で下に潜るため自作のスロープに乗ります。しかも地面は砂利です。たまたま激安だったので今回は 10W50 にしてみました。そして同時にこれを入れます。鈴木紀子さんのベルハンマー7。ずっとやりたかった3年越しの企画、ベルハンマーについて詳しいことは YouTube にいろいろな動画がありますのでそちらをご覧ください。アンダーカバーを外してオイルを抜いています。そしてオイルフィルターも交換。だいぶ昔に買って在庫していた純正品。悲しいことにとうとう廃盤になったようでネットで探してもヒットしませんでした。手持ち最後の1個です。ベルハンマー7は有機モリブデン系だけどフィルターも出品にします。オーリングにオイルを塗布しておきます。本当はオイルドレンのガスケットも新品に交換するべきですが漏れたことがないので交換した覚えがありません。次回は交換しようと思います。ドレン締め付けトルク 3.5 から 4.5kg。 フィルターオーリングの接触面を整えます。手で回して取り付けます。ペンチで軽く増し締め、フィルター締め付けトルクは 1.1 から 1.3kg。 ちなみに昔の整備開発者によりますとペンチは使ってはいけないらしいです。つまり強く締める必要は全くないということになりますが、走行中に外れた人を知っているので次回交換時に回らなくならない程度にアンダーカバーを
出てきたオイルは 3.1 リットルでした。それではいよいよ入れていきましょう。ちなみにベルハンマー7とはベルハンマー商品の最上位ゴールドにエンジン用として耐久性を追加したガソリンエンジン専用商品です。金属表面を開出して皮膜を形成。式クラッチの二輪車には使えません。クラッチが滑り発進できなくなります。カストロールのエッジ 10W50 ベルハンマー込みで1リットル。3リットル入れたら一旦ゲージを確認。一度引き抜きメモリを拭いてリセット。もう一度戻してゲージを確認。3リットル入れた時点で加減よりも少し上。オイルフィルターも交換しているのでさらに 500cc 追加しておきます。さてどうかな。上限に達しました。一旦上限にしておきます。エンジンをかけます。ベルハンマーは塩素系極圧材であることと一度入れたら取り除くことはできません。自己責任でということになります。これから近所をドライブしてベルハンマー入りオイルの効果をこの後いろいろ確認してみます。1週間後、交換時72,896キロから現在72,929キロ。実走行距離はわずか33キロですが、同じように音量を測ってみます。そして環境音は前回同様45デシベルぐらいです。オイル交換とベルハンマー7投入後30キロ走行でエンジン音に変化はあるか。走りについての感想は特にありません。あくまでプラシーボ効果の範囲内です。なんとなく静かになった気がする。
回転が上がってきました。前回同様、この時点で音量を測ります。近接エンジン音量約72デシベルでマイナス2デシベル。左前輪付近 65.5 デシベルで約マイナス3デシベル。数値的にも確かに下がっています。しかしその差はごくわずか。エンジン直上 68.2 デシベルで約マイナス3デシベル。それでは交互にお聞きください。直上82デシベルで約マイナス5デシベル。それとも新しいオイルというだけで5デシベルも下がるということでしょうか。なんとなく静かになったのではなく、確実に静かになったと言えます。別にアイドリングが低いわけでもありません。ちょっと他に気になることがあるので、上抜きポンプで33キロ走行後のオイルの汚れを見てみたいと思います。前回のオイルは 20W50 のバルボリン、約500キロ走行でしたが時間的理由で交換。今回は 10W50 のカストロールです。オイルの差もあまりないと思います。カムカバー直上音が5デシベルも下がったので、ふと思ったのですが、ベルハンマーを入れたことで洗浄と円滑作用によってピストンリングの固着が剥がれて、あるいは汚れが落ちて動きが良くなり、シリンダーとのクリアランスが改善、ブローバイガスが減少したことでカムカバー直上の音量が低減したという結果になったのではないか。そこでオイルの汚れ具合が気になって目で見て確認したくなったのでした。
30キロの割には汚れている気がする。あのオイルの汚れ方が普通なのかは不明ですが、確実に汚れているということは確かに確認できました。もしかすると圧縮圧力に変化が出ているかもしれないと、急に思い立ちプラグを外して圧縮を測ってみることにしました。プラグが全部抜けました。特に焼き方に異常はないようです。抜いたオイルは 200cc だったので、新しいオイルを追加して入れました。規定範囲内に収まっています。圧縮を測るため燃料を止めます。クランキングでインジェクターがガソリンを吹かないように電源カット。抜け止め防止のピンを取るときはとても緊張します。落としたら確実に行方不明です。コンプレッションゲージの登場。プラグと同サイズのアダプターを必要に応じて使用します。一番シリンダーにホースを取り付け、整備解説書によると規定値は10キロです。内側の赤い数値を読みます。ぴったり10キロ。一旦リセットしてもう一度。今度は正しいやり方とされているアクセル全開でやってみます。やっぱり同じ10キロでした。アクセル全開にしてもしなくても数値は変わらなかったので、2番シリンダー以降前提で統一します。それでは2番シリンダーに行きます。ネジ穴に入るまでは無理に回さない。それではセルスターターを回します。9.8 キロぐらいでしょうか。続いて3番シリンダーです。
それではセルスターターを回します。日差しが強くてよく見えない。ちょっと待ってください。ぴったり10キロ。最後の4番シリンダーです。それではセルスターターを回します。同じく10キロでした。というわけで2番シリンダー以外は10キロという結果を出しました。以前のシリンダー内検診編の時はすべて9キロ台でした。今回ベルハンマー7を入れたらエンジン音が下がり圧縮が上がった。やはり洗浄と円滑作用によりピストンリングの動きが改善、金属表面の回数と被膜形成により汚れが落ちてピストンクリアランスが適正化したとしか考えられません。40年前の17万キロ走行のエンジン2番を除き新車の数値に戻ったのはにわかに信じがたいが仕方がない。これが事実です。信じるか信じないかはあなた次第。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。